さて、次は一旦ちょっとデバッカーを外してコメントアウトを解除して、この空のプリント文ちょっと抜いといて、この状態でもう一回走らせてみましょうか。そうすると点が2個ずつX 方向にも Y 方向にも Z 方向にも2個ずつ点が打たれてるという状況がわかると思います。でこの状態で今度は線を引いていきましょうか。この線を一本一本引いていきましょう。それでまずポイントを作って、テキストを書いたので、この下あたりに今度じゃあラインを入れましょう。でラインを入れたいんですけど、ラインを描くコマンドを API で調べましょう。add ラインありましたね。そうすると引数がスタートとエンドの 3D ポイントを渡せばいいので、もう一回戻って RS の中の add ラインで、スタートとエンドでスタートポイントと、エンドポイントをこうやって、変数にして代入します。でスタートポイントっていうのはこの点を打ったポイントと同じなので、これコピーしておきましょうか。でエンドポイントはこの X 座標に、X ピッチ分増やしたものなので、これをコピーした後X プラス1ですね、増やしたものを入れておきましょう。これで一旦走らせてみると、こういうふうに、X 軸方向のラインが、引けました。でただ、ポイントが2つX のフォア分でこれ2回回っているので、ラインも2本引かれてるわけですね。視点がそのポイントから始まって X ピッチ分だけラインが引かれてるので2本ラインが引かれてます。でこういうグリッドにしたいときはこのポイントから、右側ですね、つまりこのライン引かれてほしくないわけですね。この4本のライン、この4本のラインを引いてほしくないので、ここで条件分岐をしてみます。条件分岐は if 文っていうのを書きます。でもし x の値が、x ナム、ここが x0 でこっちが x1 なので、今 x ナムが2なわけですよね。これか x ナム2だから、1の時にはもう引いてほしくないわけなので x ナムがx がだから2-1で、ここが1になるわけですね。つまり x が1より小さい時は線引いてほしいんだけど、それ以外は線引いてほしくないので、条件分岐としては、x が x ナムより小さい時に線が引かれるという、これで大丈夫だと思います。でもう一回ちょっと走らせてみましょうか。
そうすると X 軸方向に、線が引かれます。なのでこれ例えばここを3にしてもちゃんと X 軸方向にラインが引かれますね。でだからこれは X アクシスのラインだとしたときに、今度同じようにこれをコピーして、y 軸方向に引いてみると、フォア分の y の値が y ナムよりちっちゃくて、で今度y の点よりも y 軸方向に y ピッチ分だけ、伸ばした線をこう引きたいので、プラス y ピッチですね。これは y プラス1にしても同じことを展開しただけですね。同じことですが、でこれでもう一度実行してみると、X 軸だけじゃなくて Y 軸にも線が引かれているというのがわかると思います。なのでこれも例えば3にすると、こういうふうに線が引かれますね。で今度 Z 軸方向にも線を引きたいのでコピーして、Z アクシスで Z の値が Z ナムよりも1ちっちゃくて、で、始まりの点が今の点よりも Z 軸方向に Z ピッチ長い線を引きたいので、Y のところは元に戻して Z を1増やすと。そうするとZ 軸方向にもこういう線が引かれますね。でここまでできちゃえば、例えばこれを、10、20、10、5とかにしても、じゃあこういうふうに、グリッドが敷かれます。